すげえ。それで言うとさ、だって七玉はお披露目でもあったからね。初。もう七玉に関しては全てが初。それで M2 ですよ。最高到達点。バーチャルトゥーライブ全員で歌った次、とんでもないプレッシャーだったと思うんだよね。全員曲の後にいきなし自分やるんですかみたいなさ、絶対的な緊張感、プレッシャーあったと思うんだよな。すごいよね。最高到達点。あんな堂々とした歌、そして動きできないよな、なかなか。いや、すごかったですね。いや、もう最高到達点だったよ。素晴らしかったね。いただきました。ありがとうございました。で、最高到達点、いやもうよかった。もうナナ様の 3D 可愛すぎる。もうみんなで3D のやっぱ練習の時とかってやっぱりみんなねスウェットとか着たりすんのよね。まあもちろん投資はちゃんと着るんだけど、まあ練習の時ってやっぱりね T シャツとかスウェットとかなわけよ。でちゃんとみんなで衣装着てやった時に、可愛いちゅぎるってみんなと答えることに、ナナ様待ってみんな、ナナ様が可愛いみたいな時間がすごいありました。めっちゃ可愛かった、本当に。いやもう、ナナ様みたいな人間になりたかったわね、私も。そう可愛かった。で、最高到達点、歌うますぎね。あとこれはずっとなんですけど、このライブ中私がずっとやってたことは、やっぱりみんな歌うまいんだけど、やっぱナナ様と渡来様ってなんか、うわーみたいな。ネッサもうわーんってしてくるからなんか受けてた。毎度歌うますぎると本当に笑ってしまうんだっていうすごいんですのよ本当に。でも最高到達点は本当に可愛くって、まあこれはナナ様はどう話してるかわかんないんだけど、あんまり隠してたら申し訳ないんだけど、最初練習始まった時にめちゃくちゃ緊張してたのね。でなんかもう最初のシンフォニアの自分を思い出したわけよ。練習をした時に、始めた時にもうこういうライブが初めてで、どうしようって、こんなことやったことないっていうのを思い出して、もう泣きそうになってたんだけど、ナナ様はすごいなって思って、私は正直ね、シンフォニア楽しかったけど、もう最後まで正直荒波に飲まれて、荒波のまま終わったなって思うの。今思い返すとね、楽しかったわよ。すごい楽しかったし、自分のを出せる瞬間もあったけど、荒波に飲み込まれ、何だったんだあの時間はって思って終わったんだけど、本当にね、当日、やっぱ見てるわけ。今回って観客は有観客ではないわけよ。生バンドだし、現地でやってるんだけど、観客さんはいなかったから、私が観客になろうと思ってたの。実際そのステージに立つとほぼ、こっちに座ってるのって見えないんだけど、でもその初のライブが有観客じゃないっていうのはやっぱちょっと寂しいかなと思って、観客がいるぐらいの気持ちでこうイエイイエイってやってたわけ。そういう気持ちでちょっとでも慣れたらいいかな。もしなんかでチラッと見た時になんかノリノリの観客、なんていうの、仲間として見てるっていうより観客の気持ちだからできるだけ見ようかなって思って観客の気持ちで結構いたんですよ。だったんだけど、もう最高到達点の時はめちゃくちゃねやっぱ良かった。もうパフォーマンスの動き一つ一つが素晴らしくて、ナナさんはねめっちゃ楽しんでたと思う。外から見てただけど、いやマジですごかったです。はい。最高到達点。いやもうさ、いいのって七玉のソロをさ、そんなさ、2曲目に出しちゃっていいわけって思ったんだけど、いやね、もう逆に言えば2曲目、このバーチャルトゥーライブでぶち上がった始まりをつなげるのは七玉しかいないわけですよ。ねえ。いや、私、最高到達点っていう曲を、なんとなく知っていたんだけど、知っていたつもりになっていて、歌詞をちゃんと聞いてなかったなって改めて思わされたというか、やっぱり歌詞ってね、かなり咀嚼するじゃないですか。自分が歌うのもさることながら他の方が歌ってたら。七玉の、やっぱ練習でね、何回か聞く機会があるんだけど、その時に、おい、玉の井お前選曲のセンスが良すぎるだろうと思って、めちゃめちゃ感動しちゃったんだよな。今回七玉が初の 3D 大披露目っていうね、めでたすぎる場というのもあって、そこから始まってるうわーっていう盛り上がりをね、このまま七玉が引き継いでくれて、
いや、七玉さ、なんで最高到達点選んだんういみたいなのを聞いたときにさ、やっぱ、年末で、こんなめでたいライブで、大晦日から年始で、やっぱ最高到達点に届くような曲をみたいなこと言ってたと思うんだけどさ、あのさ、そうじゃないよなって、いや、そうなんだけど、そうじゃないよなお前が、今まで頑張ってきたから、この最高の 3D の体と、この曲を披露できるこの最高のライブがあるんだよなーって。最高到達点まで一気に駆け抜けてきたから、麻痺して笑ってるんだろうがなーって言いそうになって、ねえ、いや、七玉って言った。まあこれは後で本人に言っとくかと思って。やっぱ VTuber にとって 3D お披露目とか、3D の肉体を得る、みんなのもとに Z 軸の初めての軸を持ってみんなの前に出れるっていうのは、新たなスタートを意味するなーって思ってるんですよね。それが新年というね、新たなスタートの一種で、そういう中でさ、復活だ目覚めの時が来た今っていう歌詞がある曲を引っ張ってくるってさ、玉のいさーって思ってたんだよな。そう、だから私は七玉に対して尊敬の念を抱いてたんだけど、当の本人は楽しそうにお酒を飲んでニコニコしてていい意味で気が抜けました。うん。いい意味で、打ち解けられそうって思いました。うん。七玉この感じで酒飲みなのめちゃくちゃいいんだよな。七玉のあったぞ。来た、これよ、これ。七玉の最高到達点、これめっちゃ良かったですよね。いや、これ本当に、七玉って歌がすごい上手いじゃないですか。月並みな表現になっちゃうけど、七玉にしかない歌を持ってるし、さらに技術もあって、私から見たら、もう歌ってるだけで価値があるのよ、七玉には。歌ってるだけでもう、もう、100億の歌声っていう感じなのに、なんか踊りますと、なんと、そんないいんですかになったし、ただ歌うだけでも十分すごいのにし、七玉元からダンスも上手かった、動きもすごく綺麗、普段パフォーマンスのお仕事してるからでしょうけど、すごい最初から上手かったんです、私の目からしたら。で、めっちゃ上手いのに、いやでもまだなんか動きが硬いみたいな、まだ可愛くできる、もっと綺麗にできる、もっと見せられるみたいなことをずっとやってて、前日にちょっと練習の時間とかもでわざわざ来て、自分の曲じゃない時も七玉はずっとイヤホンつけて、この最高到達点の動きの練習を鏡の前でしてて、もう私それ見て泣きそうになっちゃったっていうか、最高到達点見ながら私はちょっと脇で泣いてた。そのルカルカの待機をしなきゃいけないのにちょっと泣いてていや本当に七玉は後輩だけど、みんなに見せるなら妥協したくないみたいな気持ちはやっぱ私も背筋が伸びる思い、見てて背筋が伸びる思いだったし、かっこよかったです。本当に七玉可愛い後輩だけど、もう普通に一人の人間として VTuber としてパフォーマンスを見せる人間として尊敬できる人だなって。いやめちゃくちゃ頑張ってたし、ミスしないことが全部じゃないけど、多分パーフェクトにできてたはずだから、七玉がみんなに見せたい、届けたいって思ってたものがね、出せていいなって。なんか七玉のファンの人きっと嬉しいだろうなって、で私も嬉しいなってずっと見てました。つうか可愛いなと袖可愛すぎんだろ。アークゴーゾーン、これね、僭越ながら柏割の方を私がさせていただきました。バーチャルテレビは上さんが正解を出してきたんですけど、アークゴーゾーンももちろん正解だった。あれも正解だったけど、でも私は大正解を出す自信があったの。本当に申し訳、アークゴーゾーンだけは大正解を出す自信があって、ごめんなさい、やらせてくださいって言ってやりました。七玉今回 3D お披露目前にライブで、もちろんライブ初の人も他にたくさんいるから、なんか七玉だけっていうのはもちろんそうじゃないのは分かってたんですけど、やっぱなんか一番初めてだし、どうしてもやっぱ七玉に夢に見てたきらめきを歌ってほしかった。まあでもアークゴーゾーンどの歌詞も素敵だから、なんかどこがどうってわけじゃないんだけど、でもやっぱなんか最初にメンバーを聞いた時に、
メンバー聞いてアクゴーズオンとバーチャルトゥーライブが今回の全体曲ですって聞いた時に、頭の中に七玉が夢に見てたきらめきを歌うシーンが私の頭の中にはすぐ浮かんで、絶対にこれを現実にしないと嫌なんですけどって言ったら、みんなもなんかいいねって言ってくれた。でも七玉以外のとこも本当に真剣に考えました。そして七玉最高到達点。てか七玉のね 3D がねここで見ることができたんですけれども、めちゃめちゃいいよねマジで。七玉歌うめえし、そうなんかリハ中とかもうわケズラセラめっちゃよかったみたいなこうやりとりもありつつ、やっぱ歌うめえしダンスもできるんやとなったでしょみんなも。そうなんかレッスンとかもね、その一緒になった時とかは見たりとかねリハとかでしてたけど、やっぱね本番が一番うまかったね。持ってくるんやねパフォーマーは。ガチでてか楽しそうやったね。何よりマジでよかったね。そう初ライブなんやって。しかもトップバッターやからね。ライブ中触れてなかったけど、これトップバッターですよ。思うこともあっただろうに、でもやってのけたからね。あまりにもうますぎて、てかもう普通になんか緊張感というかね、ちょっとはしてたやろうけど、全然そんなのも感じさせないパフォーマンスすぎて今忘れてるもんね。トップバッター一番のね新人さんが務めてもろたということで、いや七玉言ってよなんかうわ言ってよマジで。なんかあったら必要ないですか。ありがとうございます。マジで言われそうだ。必要ないです。オッケー応援してるよ俺は応援してる。はい頑張って、はいいってらっしゃい。あなたは絶対お披露目もねありますからね。それでもどうなるか楽しみですし、ルリドッグさんも言ってたとは思うけれども、まだまだねまだまだありますからきっと。からなんだよな。そうバーチャル2ライブからなんだけど、玉野さん 3D で動いてましたね。そう俺たちはさ隣で動いてるからさ演者側じゃなくてさ、そういうちょっと配信のカメラで見るとまた別の感動がありました。バーチャル2ライブの最初にさ、始まりましたカウントダウンライブクロッシングトーンズみたいな、それでは聞いてくださいバーチャル2ライブみたいな時にさ、最初さ、そう俺と玉野井さんのさ言葉の2人でさ入るじゃん。あれ玉野井さん1人でよかったよね全然。リアル一番後輩2人でリアルライブも初めてで、だからそういう感じでさ、多分俺と玉野井さんがやってたけど、玉野井さんだけでよかったよ。いや玉野井玉野井さんに任せたら任せて、荷が重いかさすがに。もう俺はさ正直みんなが主役だよ。ライブっていうのはみんなで作り上げるものだからみんなが主役だけど、でもやっぱさ玉野井さんはその中でも特別じゃん意味が。これはもうみんなが主役っていうそういうことではさ拭いきれない、もう明確な事実があるじゃん。特別じゃん玉野井さんは。だからやっぱ一番最初俺はもっと玉野井さん出してもええんちゃうと思ったんだけど、今思えば確かに玉野井さんにも伝えたんだけど、ネッシーはそうだけどやっぱライブ的にな話よ、この流れ的にさ、一番最初さバーチャル2ライブ始まった時にさ、みんな推しがいる人はさ推し見るけどさ、広く見た時にやっぱ一番は玉野井さん動いてる七玉になるわけやんっていう話よ。玉野井さんにも伝えたんだけどさ、普通お披露目をやるじゃないですか。3D お披露目で結構やっぱ言うて 3D お披露目一発目で完璧になるわけがなくて、やっぱ初めての場だからやっぱ緊張もあるし、それも含めていろいろなんか反省点じゃないけど、動きアクトこういうとこがあったな、歌こういうとこがあったなとかさ、ダンスこういうとこがあったなとかさ、結構お披露目で反省活かせるんですよ。でお披露目俺もそうだし、やっぱお披露目でやってみてそこで得た知見だったりとか反省を次控えてる 3D ライブ、いきなりリアルライブの方もいただろうしとかに生かすっていう流れが普通セオリーなのよ。玉野井さんはいきなり一発目なわけですよ。これはねめっちゃすごいこと
なんだよな。正直俺はあんま緊張めっちゃしたってかって言われるとしなかったんですよ。それはやっぱもうお披露目やったし 3D ライブ一回やったっていう経験があるからなんですよ。ないとさめっちゃ緊張しないと思うし、マジでさこれ俺すげえと思った。横で見ててそこが俺一番むずいと思うわ。判断材料とか反省できる材料がないっていう、自分の癖だとかがわかんないっていうのが、で練習やればどうにかなるかと思うけど、やっぱ練習と本番って違うからさ、練習できてたことが本番できなくなるのがやっぱどうしても人間なんでね、生でやってるからやっぱどうしてもそういうヒューマンエラーっていうのはやっぱ起きるし、癖が出てくるんですよ。いろいろ反省生かせるんですけど、それがないわけじゃん。何せ本番が初めてだから、本番のアーカイブがないから。いやーこれはマジですごいです。玉野井さんリスナーの人がもしこれを聞いてくれてるんだったら、もうめちゃくちゃ褒めてほしい。もうすでに褒めてくれてるだろうけど、もっと褒めてほしいっていうのを俺はバーチャル2ライブの横で思いましたね。で玉野井さんのソロか、いい笑顔。まあ玉野井さんの話はさっき割としたけど、本人自分じゃ言わないかもしんないけど、玉野井さんめっちゃ頑張ってた。さっきあんだけ褒めたけど、才能だけじゃないよ。そりゃ才能ありますけど、練習をやっぱしてきたから、当日ももともとねうまいってのも加えた上で、歌えて踊れてっていうあった上で、でもやっぱやってからこそできたっていうパフォーマンスですよ。いやいいよね、なんかそう七玉のこと興味も出たとか、なんかそれいいよね。ライブでさ、今までちょっと見てなかったけどこの人興味持つっていう、それが俺いいや、なんかいいよねと思う。薄いけどいいよね。良きです。